こんにちは。包丁職人のパーカーくんです。今回は CPM3V を使って切り付け柳を作ります。包丁の形はアンケートの中からこれに決まりました。この鋼材は鋼でもステンレス鋼材でもなくてちょうど中間にあたります。種類で言うと特殊鋼になると思います。鋼材の評価はタフで刃持ちがいいそうです。3V の全鋼の鏡面和包丁は加工がしにくいのもあって見たことがないのでやってみたいと思います。最初に鋼材に包丁の形を写し取ります。ざっくり不要な部分は切り取ったので60番のベルトで外周を整えていきます。水砥は使わないのかとよく聞かれるのですが、こういう削れにくい鋼材は水砥で作るのが困難なので僕は使っていません。昔使っていましたが、水砥は番手や塗料が変えられないので交換が簡単なベルトサンダーを使ってます。水砥は径が決まっているので包丁によって裏のへこみの深さを変えることができませんが、ベルトサンダーはそういった細かい調整もできるので僕はベルトサンダーを使っています。鋼の包丁を数作る場合は水砥の方が効率よく作ることができます。数を作る職人と一本で作る職人の道具の違いくらいには思ってもらえればと思います。外周が終わりました。表面についている黒皮を剥がしていきます。黒皮がついたまま焼き入れしてしまうとコードが上がりにくくなる原因になる場合があるので、きれいに剥がしておきます。剥がし終わったら焼き入れに出します。焼き入れから帰ってきました。HRC は 62.5 でした。60番のベルトで裏面を作っていきます。和包丁は裏面が一番大事なのでここでバッチリ作っておきます。裏付きがきれいに作れていないと砥石で裏押しをした時にラインがガタガタになっちゃいます。裏面ができました。60番のベルトで平と切れ刃を作っていきます。平と切れ刃を交互に削って計算で出した数値にします。60番が終わって包丁の形になりました。次は120番で60番の傷を消します。思ったほど削りにくくはなかったです。240番で120番の傷を消します。いなくなっている時は包丁を冷やしています。コードが下がらないようにこまめに冷やしています。
400番で240番の傷を消します。ここから磨きの作業になります。これは全然曲がらなくてやりやすいです。600番で400番の傷を消します。600番から急激に磨きにくくなりました。この後は800、1000と続くので、この辺でジャンプ。1000番が終わりました。峰と顎を磨いていきます。包丁の背側の部分が峰です。峰は長時間指を乗せた時に痛くないように慎重に角を丸めながら形が崩れないように磨いていきます。顎も指をかけた時に痛くないように細く切ったベルトで角を取りながら形を崩さず磨いていきます。ここから手で磨いていきます。耐水ペーパーの1000番と2000番を専用の当て木に巻いて磨いていきます。ピンク色の液体は研磨補助剤です。やっぱり少し磨きにくいですね。いつもより時間がかかりそうです。バフで鏡面にしていきます。数種類の研磨剤を使って鏡面にしています。当てない部分は余計な傷が入らないようにマスキングテープで保護しています。絵を作っていきます。ハンドルの上部にスタビライズドウッドの青っぽいの。主体となる部分に黒炭。金属を1本使います。スタビライズドウッドをカットしていきます。今回は以前動画で使った絵の材料の余りがあったので、もったいないのでこれを使って作っていきます。プライス板で平面をざっくり出します。
ライス板で穴を開けました。中子がちょっと長いので削って調整します。中子は多少熱がかかっても影響はないので、ちょっと強引にいきます。黒炭をカットしていきます。スライス板で中子が刺さる穴を開けます。材料が揃ったので接着しています。固まったので四角に成形します。四角になったので八角に形を整えます。八角になりました。220番で60番の傷を消します。傷が消し終わったら木材の収縮防止剤を塗ります。塗り終わったので乾燥中です。400番で磨いていきます。あとは同じ作業なのでバフ終わりまでジャンプ。バフが終わりました。刃付けをしていきます。2000番の砥石から研いでいきます。虹色に見えるのは防水塗料です。砥石は面直し済みです。今まで動画でやってきた鋼材の中で一番研ぎにくいです。1回に削れる量が少ない感じです。
5000番の砥石でさらに刃を細かくしていきます。8000番の砥石で裏押ししていきます。まずは面直しをしていきます。メロンパンみたいな模様を描いて、すべて消えたら平らになった証拠です。裏押しができたら表も研いで終了です。刃付けが終わりました。完成しました。刃全体を鏡面に仕上げました。3V は白っぽい鏡面になると思ってましたが、予想を裏切って黒っぽいメタル感のある鏡面に仕上がりました。裏押しもラインが狭く一定です。峰と顎も鏡面仕上げです。絵は黒炭を主体に作りました。以前動画で使った材料の端材を利用して作ってみました。スタビライズドウッドの青っぽいのと金属を1本入れてアクセントにしてみました。試し切りしていきます。切れ味はものすごいです。びっくりするくらい切れました。ただ錆びやすいし研ぎにくいので、包丁としては実用性は低いと思います。マニアックな包丁が好きな方だったらありかもしれないです。最後まで見てくれてありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価お願いします。